皆さんこんにちは、フジロクです。今回はカフェリーヌというコーヒー粉末を使ってコーヒーのフィナンシェを作っていきたいと思います。ただのコーヒーフィナンシェだと面白くないので、ちょうど今季節が秋で栗の渋皮煮を作っている方がたくさんいると思うので、栗の渋皮煮が入ったコーヒーフィナンシェを紹介していきたいと思います。すごく大人っぽい味で美味しいので、ぜひ作ってみてください。それではレッスンスタート。はい、それでは作っていきましょう。まずはじめに焦がしバターを作っていきます。はじめは弱火でバターを溶かすようにしてください。弱火できれいにすべてのバターが溶けてから焦がす作業に入っていきます。バターを焦がすときは弱火から中火の間でこのようにお鍋を放置するだけになります。結構この作業がですね、怖くてどうしていいかわからなくなると思うんですけども、しばらくこのままの状態で待つことが一番上手に作る方法になります。最初はこのように泡がですね、大きな泡がぷくぷくと出てきます。この後この泡がどんどん小さな泡に変わってきます。まるで洗剤の泡のようにですね、かなり細かい泡に変わってきます。その細かい泡になった時がちょうど焦がしバターが完成した頃になります。だいたいこれぐらいですね。白い泡がかなり細かいの分かりますか？この細かい泡がブクブクっと膨らんできた頃が焦がしバターの完成になります。この白い泡がブクブク出ている時はバターが焦げたかどうかチェックがなかなかできないんですね。チェックができないんですけども、これでしっかりできているサインになりますので、早速裏ごしをしていきましょう。裏ごしをするときは必ずキッチンペーパーを敷いてから裏ごしするようにしましょう。そうしないとこの茶色い塊が中に入ってしまうんですね。そうするとフィナンシェの食感が悪くなってしまいます。この茶色い塊が入らないためにも、必ず裏ごしするときはキッチンペーパーを用意してください。バターを裏ごししている間に他の準備を進めていきましょう。今回はカフェリーヌというコーヒーの粉末を使用しております。薄力粉、カフェリーヌ、ベーキングパウダーを合わせてふるっておきましょう。今回使用しているこちらのカフェリーヌですが、ロクキッチンのオンラインショップから購入することができます。コーヒー豆 100% のコーヒー粉末なのに口どけがすごくよくって、まるでココアパウダーのように細かいんですね。なのでこのようにお菓子に混ぜて使うことができます。それでは作っていきましょう。ボウルの中に卵白とグラニュー糖を入れて泡立て器ですり混ぜていきます。ハンドミキサーは出さなくても大丈夫です。砂糖が溶けたらいいので軽く混ぜ合わせるだけで結構です。そしてその中に粉類を合わせていきましょう。先ほどふるっておいた粉類、そしてアーモンドプードルを入れて泡立て器でぐるぐると混ぜ合わせていきましょう。ぐるぐると混ぜ合わせるだけで構いません。最初は少し混ぜにくいのですが、しっかり混ぜるときれいに生地に混ざってくれます。このように生地にきれいに混ざれば、続いて先ほど用意しておいた焦がしバターを加えていきましょう。この時点で焦がしバターがもし熱々だったら入れるのはもう少し待つようにしてください。だいたい人肌程度になれば入れるようにしましょう。焦がしバターが人肌程度なのを確認したら生地の中に入れて混ぜ合わせていきましょう。バターが生地に混ざったら、こちらでフィナンシェの生地が完成です。フィナンシェの生地はですね、必ず作ったらすぐに使うのではなくって、必ず寝かせてから使うようにしてください。生地を寝かせるときは室温で構いません。室温でおよそ1時間ほど寝かせてから使うようにしましょう。もし夏場で部屋が暑い場合は冷蔵庫に入れるようにしてください。冷蔵庫に入れる場合は必ず使う前に室温に戻してから生地を使うようにしてください。生地を休ませている間に型の準備をしていきましょう。今回はこちら真島屋菓子道具店さんで購入した栗のフィナンシェ型を使っていきます。型にはたっぷりバターを塗っておきましょう。バターを塗る時のポイントですが、溶かしバターではなく、このように少し柔らかくしたマヨネーズ状のバターを塗るのがおすすめです。溶かしバターだとあまりつかないんですね。このように柔らかいマヨネーズ状のバターを塗ると結構綺麗に型にバターがくっついてくれます。
そしてバターが塗れたら一度冷蔵庫もしくは冷凍庫で冷やして、そして冷えてから上に粉を振っていきます。型の準備ができたらこの中に生地を流し入れていきましょう。今回はこの型を使ったらだいたい12個分作成することができます。型の半分ぐらいに生地を流し入れたら、この中に栗の渋皮煮を丸々1個入れていきましょう。栗の渋皮煮に水分が残っているとフィナンシェの生地がベタついてしまうので、キッチンペーパーでしっかり水分を拭き取って中に入れるようにしてください。栗の渋皮煮を乗せるときは必ず生地の上からそっと置くだけにしましょう。これを指でぐっと中まで押し込んでしまうと、焼いた時に表面に栗が出てきてしまうんですね。そうするとベタベタした生地になってしまうので、必ずそっと置くだけにしましょう。それではオーブンで焼いていきます。180度に予熱したオーブンでおよそ20分焼いていきましょう。こちらのフィナンシェですが、必ずこのような型で焼くようにしてください。フィナンシェの型を持っていない方、多分ですね、カップで焼く方いらっしゃると思うんですけど、カップで焼くと表面がですね、あまり美味しく仕上がりません。カリッと香ばしく焼くためには、このように型にしっかりバターを塗って焼くことがポイントになりますので、同じ型じゃなくても構いません。フィナンシェ用の型で構わないので、必ず型で焼くようにしてください。そして焼けたらすぐに取り出しましょう。そのまま置いておくとくっつく場合があります。焼きたてをひっくり返してすぐに出したら、こちらでフィナンシェが完成です。こちらのフィナンシェですが、食べ頃は3日後になります。3日から5日寝かせるととってもしっとりして美味しいので、焼きたてももちろん美味しいのですが、なるべく寝かせてから食べるようにしてください。栗の渋皮煮がない場合は中にチョコチップなど入れても美味しいと思います。少し甘めのものを入れるということで、ほろ苦さとこの甘みのバランスがちょうど良くなるので、ぜひ皆さん作ってみてください。こちらで完成です。はい、ということでケーキができました。こちらです。じゃーん。じゃーん。なんか持ってきた。はい、こちらですね。お花じゃないです。はい、こちらですね、今からちょっと食レポしたいと思います。こういう感じでね、栗は出てるんですよ。可愛いですよね。で、後ろ側は出てないです。栗をぐっと押さえすぎるとこっちに出てきちゃって、肩から外す時にね、ここがちょっと汚くなっちゃうので、生地流して栗を入れる時はあんまり押し込まない方がいいです。はい、じゃあいただきます。甘すぎない。これはあれやな、カフェリーヌが入ると普通のフィナンシェより甘さを感じにくくなってすごくいい。食べるの？はい。どうですか？美味しいですか？ヤミ？ヤミです。真ん中にこうやって栗が入ってるんですね。で、真ん中に栗が入ってるんですけど、栗の渋皮煮が甘いんですよ。で、このフィナンシェの部分がほろ苦いんで、一緒に食べるとちょうどいいんですけど、これもし栗抜きにした場合だったらほろ苦しかないので、ちょっと甘さを感じにくいので、ちょっとこのフィナンシェ砂糖少ないかもって思うかもしれないです。なのでこの渋皮煮を入れる場合は私が今教えた配合でいいんですけど、渋皮煮を入れない場合、栗抜きでフィナンシェだけ焼きたいって場合はお砂糖をちょっと増やすとか、もしくはフィナンシェの生地の中にチョコレートとか入れてもいいと思います。多分このパンチで甘いのが入ることによってほろ苦さと甘さでバランスとってるので、この苦いやつだけ単体で焼くよりは、私は栗を入れてちょっとホクホク甘くてほろ苦いっていうのを作ってもらった方がいいかなと思います。はい、それにしても高い味です。お高い味、やっぱ渋皮2個入ってるのですごい美味しい。はい、ということでございました。せっかくね、カフェリンヌ先生も今大人気でね、入荷するたびに売り切れてるので、皆さんきっとね、リピートして何回も作ってくれてると思うので、カフェリンヌの新しいレシピを紹介させていただきました。それとともにちょうど秋になって皆さんね、渋皮煮を作ったり、買ったりする季節ですよね。栗が美味しい季節なので、ぜひこのカフェリンヌと渋皮煮で作ってみてください。はい、ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白いために
なったという方はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。